やあ、ものだよ。今回は久々にちっこい系のパソコン。黒と白と銀を組み合わせた大人チックなモノトーン PC だよ。ものだよ。ものだよ。もう名前詐欺とは言わせない。ケースはフラクタルデザインのテラ。これは前にも紹介したよね。前回は緑のジェードだったけど、今回はシルバー。モノトーンで合わせるとフロントの木の部分がすごい映えるんだよね。ムフフ。そしてマザーボードは MSI の MPG-P650i Edge Wi-Fi AM5 の ITX マザーボードで、その中でも唯一ヒートシンクが銀のマザーだよ。結構白寄りの銀で、ドラゴンのワンポイントがすごい映えててかなりおしゃれだね。しかも見てこのクーラーとの組み合わせ。めちゃ良くない？このクーラーはディープクールの AN600 ってクーラーで、金色中心の配色がこの子にぴったりなんだよね。うへへ。ちゃんとドラゴンのワンポイントも隠さずに乗せれるから、この組み合わせは満足度高いね。ただこの配置だとメモリスロットが被っちゃうから、背の低いメモリをチョイスすることをお勧めするよ。そしてこの組み合わせで動かす CPU だけど、Ryzen 7の 7800X3D。毎度おなじみのゲーミングつよつよ CPU だね。性能とか冷却とかは後で詳しくお話しするからよろしく。そしてグラボが GeForce の RTX4070 スーパー。その中でも MSI のゲーミング X スリムモデルだね。3連ファンの比較的大きめなグラボなんだけど、スリム仕様になってるおかげでテラみたいなコンパクトケースにもすっぽり入っちゃうよ。特に GeForce の RTX40 シリーズから採用されてる PCIe 5.0 の16ピン電源はどうしてもケーブルが硬いから、小さいケースだとある程度搭載サイズに余裕があった方がいいんだよね。そしてこの手の小さいケースでグラボを搭載するって時に、もう一つ課題になるのがこのスルーホール。最近のグラボってここが吹き抜けになってることが多いのだけど、マザーとグラボを背中合わせにするサンドイッチタイプのケースだと、ここを抜ける風が電源で塞がってこもっちゃうことが多いんだよね。でもテラなら対処法があって、このケースはこんな感じにスタンドオフ用のスペーサーが付属してて、これを使ってこんな感じに電源部分を浮かすことができるから、排熱用の隙間を確保できるんだよね。この固定方法、最初は大丈夫かなって思ったんだけど、結構しっかり固定されているようで安心。今回みたいなスルーホールのあるグラボと組み合わせるときは、ぜひこのスタンドオフを活用してみてね。そして最後に電源。実はここが一番悩んだかも。FSP のダガープロ ATX3.0 850W ホワイト 850W の SFX 電源だね。白い見た目で RTX40 シリーズの PCIe 5.0 電源に対応してるっていう数少ない電源だよ。ただ CPU クーラーのファンが黒だったし、電源も合わせて黒の方が良かったかなってかなり迷ったんだよね。でもそれだとモノトーン感が薄れちゃうしなーって悩んだりもして、最終的にはケーブルが白い方が映えるじゃんってことで白にしたね。ファンもちょうど黒くてモノトーンって感じだしね。こういう小さいことで悩みまくるからお金が溶けていくわけだね。とほほ。という感じで大まかな PC の紹介だったよ。他のパーツも含めて全部概要欄に書いておいたから、ぜひ参考にしてくれれば幸いだね。そして ITX ケースで肝心なのは、性能と冷却だよね。まずサクッと性能からおさらい。Ryzen 7 7800X3D と RTX4070 スーパーの組み合わせは BTO でもすごく採用されてるド定番な組み合わせだね。競技シーンから最新の高画質タイトルまで、いろんな分野で性能が出せるからおすすめされやすい組み合わせ。例えばこれは、サイバーパンク2077の画面だけど、今は WQHD 画質のレイトレありのウルトラ設定。NVIDIA の独自機能、DLSS の超解像度がデフォルトでオンになってて、この時点で 60fps を下回ることはなかなかないし、最新機能の DLSS3 のフレーム生成機能に対応してるから、こんな感じに 120fps も結構簡単に超えちゃえる。そしてこれはスパイダーマンのマイルズ・モラレスの画面だね。これも DLSS の最新機能に対応してて、こんな感じにレイトレオンの WQHD 画質最高設定でも普通に 150fps くらいは軽く出せる。NVIDIA の DLSS はゲーム側で対応しなきゃならないのがネックだけど、対応した時のパフォーマンスの上がり具合は素晴らしいものがあるね。そしてまたタイトルを変えて、これは Armored Core 6の画面。前の動画では WQHD 画質で検証してたけど、正直軽すぎるかなって思ったから今回から 4K 画質で検証してるよ。このゲームは PS5 でも展開されてて、PS5 の規格的には 4K の 120fps が出せるんだけど、実際のところ PS5 だと性能が足りなくて、4K 画質の高画質設定で 30fps、パフォーマンス設定にしてやっと 60fps が出せるくらいなんだよね。でもこのクラスのゲーミング PC なら 4K 画質の最高設定でも 60fps は簡単に超えれるし、
少し設定を下げたりすれば 120fps も狙えそう。そして最後に、お空の方の AC ことエースコンバット7も試してみたよ。F16 めちゃめちゃかっこいいでしょ。S コンもかなり軽いから 4070 スーパーでも 4K で軽々遊べちゃうんだよね。VRAM12GB で足りるかなって思ってたりしてたけどそこら辺も問題はなさそう。という感じで性能はざっとこんな感じ。WQHD ゲーミングはおおむねできて軽いタイトルなら 4K も狙える。そして冷却と騒音も見ていくよ。まず手始めに 3D マークのスピードウェイストレステストでゲーム時に近い動作の時の温度を測ってみたよ。結果がこんな感じで CPU 温度がおおむね50度くらい、グラボが50度いかないくらいだね。めちゃめちゃ冷えてるでしょ。そしてそれより厳しいテストとしてシネベンチとファーマークを同時に実行するクロステストもやってくよ。こっちはグラボと CPU 両方に大きな負荷がかかるよ。このテストではだいたい CPU が80度後半、グラボが70度くらいになった。CPU が 7800X3D の上限の89度に差し迫ってるから、何か冷やしきれてないじゃないかって思うかもだけど、クロックを見るとだいたい 4.7GHz のターボブーストをキープできてるから動作としては全く問題ない。AN600、大きさの割に冷却性能凄まじいね。サイドフロー型の空冷クーラーみたいな冷え方してる。ただ一つ、気になるのが騒音なんだよね。ちょっとこれを聞いてみてほしい。どうかな？特にクロステストの時の音がマジでやばいんだよね。AN600 は結構パフォーマンス重視な制御でかなり元気いっぱいに回るっぽい。冷却性能は申し分ないけどちょっとうるさい。特に ZIP データの展開みたいな細かい動作ですぐ回転数が上がるから数値以上にうるさいね。ということでファンの回転数を調整したよ。AN600 には静音化できるアダプタが付属してるんだけど、今回はマザーボード上の制御でファンの静音化をしてみたよ。MSI の BIOS に入って上限の89度でも回転数を抑えるように調整。これでどんなに温度が高くてもフルスロットルで回転しないようにしたよ。そんなことをしたら熱暴走起こるんじゃないかって思うかもだけど、全く問題ないよ。実際今回もこんな感じにクロステストでの温度は上がって89度に張り付く場面もあったのだけど、クロックは多少下がった程度で依然として 4.5GHz オーバーに安定してブーストし続けれてる。最近の CPU は温度とクロックの制御が賢くなってて、昔だとサーマルスロットリングで CPU のクロックが上下しまくってみたいなこともあったけど、今は温度に合わせていい感じにブーストを維持するように調整してくれるんだよね。だから温度が高くても処理の安定性とかパフォーマンスにそこまで影響が出ないようになってるってわけ。というか最近は熱密度とか電力制限の関係で冷却性能を上げてもキリがないから温度を気にしても仕方がないというか、CPU の温度が90度で爆熱だってよりかはそれより一歩先。ちゃんとクロックの方を見てベースクロックを割ってないかとかを見た方が私としては実用的だと思うね。そして騒音の違いはこんな感じ。これでも ITX ってことでそこそこ音は出ちゃってるけど、ファンの音の上がりが減ったからさっきみたいな嫌な感じはかなり減ったね。ちなみにゲームベンチだけど、ゲーム自体、そもそも CPU に負荷がかかんないから、クロステスト以上に差は小さかったよ。というかそもそも論を言っちゃえば、最近はレンダリングとかエンコードみたいな重い並列処理ってグラボ側がやっちゃうことが多いし、CPU がフルで何時間も動くってことはなかなかないんだよね。あるとすれば特定分野のクリエイターさんとか研究関係の人あたりだと思う。ゲームは基本的に一部の CPU コアがたまにがっつり動くみたいな感じだから、なおさら CPU 温度は低く出がちなんだよね。配信したとしても最近は基本的にエンコードをグラボのメディアアクセラレータが担当するから CPU 負荷は高くないしね。ゲーマーさんとか一般ユーザーさんはどちらかといえばグラボの冷却をしっかりした方がいいと思う。という感じでこのマシンの紹介だったね。今回は以前使ったことのあるケースだったのもあって、どちらかというと解説多めになっちゃってごめんね。でもこういう制限の強い ITX ケースだからこそ追い込む楽しみとかもあると思うんだよね。みんなは検証とか解説多めな情報重視と撮影多めな雰囲気重視、どっちの方が好き？できればコメントとかで教えてもらえると嬉しいな。それとこのマシンとかでわからないこととかももちろんコメントもらえれば答えるからよろしくね。ということで今回の動画はここまで。見てくれてありがとう。また次回の動画もよろしく。バイバイ。